食べ物の歴史は道具の歴史そのものです。これは B. ウィルソンという人物が主張していることです。また、ハロルド・マッキーという科学者は料理を科学な視点から分析しました。この2人の考えをヒントに、大昔の道具から現代のスマートキッチンまで、人間と食の文化がどのように歩んできたのかを紐解いていきましょう。物語の始まりは、約70万年前まで戻ります。人類は火を操る術を身につけました。火で食べ物を温めると、硬い繊維が柔らかくなり、体に悪い菌も死にます。これにより、人間は効率よくエネルギーを取り込めるようになりました。ハロルド・マッキーは、この変化が人間の消化器官を小さくし、代わりに脳を大きく成長させたのだと指摘しています。また、火を囲んで一緒に食事をすることは、言葉を交わし、仲間との絆を深めるきっかけとなりました。これが、あちこちを移動して暮らす生活から、一箇所に腰を据えて農耕を始める社会への転換を支えたのです。次に、道具の素材が石から金属へと変わったことが大きな転換点となりました。石の斧から、青銅や鉄の刃物へと進化したことで、料理のスピードと種類が劇に変わりました。鋭いナイフがあれば、肉を簡単に切ることができます。その結果、人間は強く噛む必要がなくなり、顎が小さくなっていきました。同時に、食材を細かく分けることで、より多様な料理が可能になりました。B. ウィルソンは、道具がその人の身分を表す鏡になると語っています。例えばヨーロッパでは、銀のスプーンを持つことが貴族の証となり、庶民は木や竹のスプーンを使っていました。一方で、東アジアでは箸が主流となりました。食材を切らずにそのまま持ち上げるという、素材の形を大切にする独自の美学が生まれたのです。箸を使うことは、食べ物への敬意を表す文化として根付きました。鍋やフライパンの進化も重要です。紀元前2000年頃のメソポタミアでは、粘土で作った鍋が登場し、液体を沸騰させることができました。その後、青銅や鉄の鍋が広まると、熱が伝わりやすく丈夫になったため、煮込み料理や揚げ物が一般になりました。特に18世紀の産業革命の時代に大量に作られた鋳鉄鍋は、全体を均一に温めることができ、家庭料理の幅を大きく広げました。ハロルド・マッキーは、この鋳鉄鍋が料理科学の基礎を築いたと高く評価しています。オーブンの歴史は、土器を焼く技術から始まりました。古代エジプトやメソポタミアでは、粘土を焼くための窯をそのまま料理に使い、パンやロースト肉が作られました。ローマ帝国では、持ち運びができるテスティウムという道具が広まり、町中で大量にパンを焼くことが可能になりました。中世になると、家庭に小さなオーブンが入り、石炭や焚き火を使ってお菓子や肉料理を楽しむようになりました。19世紀にガスオーブンが、20世紀初頭に電気オーブンが登場すると、温度を細かく管理でき、調理時間も短くなりました。これにより、誰が作っても同じ味になるレシピの標準化が進みました。B. ウィルソンは、この技術革新が家庭料理に統一感をもたらしたと考えています。冷蔵技術の革命は、世界中の食材を食卓に届けました。19世紀後半、氷を商業に運ぶ仕組みができ、自然の氷を使った冷蔵庫が登場しました。20世紀初頭には電気冷蔵庫が一般家庭に広まり、季節に関係なく食材を保存できるようになりました。これにより、食べ物の廃棄は減りましたが、一方で電気をたくさん使うという課題も生まれました。ハロルド・マッキーは、冷蔵によって食の安全性は高まったものの、発酵食品が自然に熟成していくプロセスが妨げられたことを、批判な視点で捉えています。食事のマナーも、道具とともに変わってきました。中世ヨーロッパでは、大きな皿からみんなで手を使って食べるのが当たり前でした。しかし、ルネサンス期になると、一人一人の皿やフォークが導入され、食事は個人で楽しむものへと変わりました。日本では、3世紀頃に中国から箸が伝わり、和食の繊細な文化と結びつきました。作法とは単なる礼儀ではなく、
その社会の階級や価値観を映し出すものです。B. ウィルソンは、フォークの普及が身分の違いをはっきりさせ、箸が素材への敬意を象徴していると論じています。産業革命の後、調理器具は大量生産され、電気の力で進化しました。1896年には電気コンロが発明され、1920年代には電動ミキサーが家庭に入りました。さらに1950年代に電子レンジが登場すると、調理時間はわずか数分に短縮され、忙しい現代人に合わせた時短料理という考え方が定着しました。これにより家事の負担は減りましたが、同時に伝統な料理の技が失われる危機も訪れました。B. ウィルソンは、機械化によって料理から個性が消えてしまうことに警鐘を鳴らしています。こうした道具や技術は、常に食材の変化とセットになっています。農耕が始まると、穀物や豆が主食となり、塩漬けや乾燥、そして発酵という保存技術が重要になりました。本の中で、発酵は人類にとって最も古い保存手段であり、微生物と共に生きる基盤だったと説かれています。日本の味噌や醤油、ヨーロッパのチーズやビール、アフリカの発酵粥など、地域ごとの発酵文化は、その土地の気候や材料に適応した結果です。ハロルド・マッキーは、発酵が微生物と食材の相互作用によって栄養価を高め、保存期間を延ばしたことを科学に証明しています。現代のキッチンは、デジタル化の波にあります。インターネットにつながる冷蔵庫は、温度を自動で調整し、中身の管理をクラウドで行います。AI を搭載したシステムは、買い物の履歴や栄養バランスを分析し、今最適な献立をリアルタイムで提案してくれます。また、真空調理器や低温調理器は、風味と栄養を最大限に引き出す新しい方法として注目されています。B. ウィルソンは、こうしたスマートキッチンが料理を誰にでも簡単にすることを促す一方で、伝統な感覚や手仕事の価値が薄れるリスクを指摘しています。しかし、テクノロジーに頼りすぎることには注意が必要です。高度な機械は中身が見えないブラックボックスになりやすく、仕組みを理解せずに使う人が増えています。また、食習慣という個人情報が企業に集まることで、プライバシーが侵害されるリスクもあります。さらに、先進国と途上国の格差は大きく、世界では5億人以上の人々が今も焚き木や炭で料理をしています。ハロルド・マッキーは、持続可能な技術の開発が不可欠だとして、太陽光を利用したソーラークッカーや、少ないエネルギーで済む鍋の普及を提案しています。未来のキッチンを考えるなら、まずは環境への負担を減らすことが鍵になります。太陽光や風力を利用した装置なら、エネルギーを抑えつつ料理ができます。次に、食材の無駄をなくすことです。AI による管理システムで、期限が近い食材を自動にレシピに組み込めば、廃棄を最小限にできます。さらに、個人の遺伝子情報に基づいた栄養管理も可能になるでしょう。DNA 解析と AI を組み合わせれば、その人に最適な栄養バランスが算出され、食事が病気を防ぐ医療の一部になるはずです。同時に、文化な多様性を守ることも忘れてはいけません。ユネスコの無形文化遺産に登録された発酵技術や伝統な作り方は、デジタル化の波に消されないよう、教育やデータベースを通じて次世代に伝えるべきです。B. ウィルソンは、道具が文化を作るだけでなく、文化が道具を新しく定義するという、双方向の関係を強調しています。つまり、未来のスマートキッチンには、最新技術だけでなく、その土地固有の食文化を尊重した設計が求められているのです。最後に、宇宙での食料問題について考えましょう。国際宇宙ステーションでは、限られた資源で長く暮らすための食事システムが研究されています。水を使わない栽培法と昆虫タンパク質を組み合わせた循環型の供給システムが期待されています。将来、火星に基地ができれば、現地の岩石から取り出した水と太陽光で育てた植物を組み合わせた完全自給型のキッチンが必要になるでしょう。ハロルド・マッキーは
これが食とテクノロジーの究極の融合であると述べ、今私たちが築く技術が次世代の食文化を決めると警告しています。火の制御から始まった調理の旅は、金属加工、オーブン、冷蔵、電化、そしてデジタル化と、何度も大きな転換点を迎えてきました。その度に選べる食材は増え、食事の意味は変わり、社会の仕組みや価値観も作り直されてきました。B、ウィルソンとハロルド・マッキーが示すように、道具は単なる便利グッズではなく、人間の体と心、そして社会全体に深い影響を与える存在です。だからこそ、私たちは新しい技術を受け入れながらも、伝統な知恵や文化な背景を大切に守り続ける責任があるのです。直接考えてみると、食事の旅は火の制御だけでなく、自然との調和や人々の絆をも作り出すものです。ここからは、過去のさまざまな時代におけるキッチン道具の発表と、そこから見えてくる社会への影響について、さらなる視点を踏まえることにします。まず、漢木の時代に遡ります。光源分析によれば、人々は最初のほうきんの形として、黄金のように柔らかな小さい壁の上に、植物の羽や葉っぱを乗せ、そっと風の力で笑わしたとされています。この風の焼きと呼ばれる手法は、火の完成がまだ緩やかだったため、植物の内にある食蜜が浸妊しし、むしろ柔らかな味がたくさん伸びました。直接の考えでは、この時の焼き物は、今の水筒や水管のように、寒水の上に乗せて焼いたとすれば、存在した感覚は本来の水泉学のように見えるでしょう。次に、銅線時代の発電が響くとき、独身の感覚が発生しました。銅線は、小さな管線の上に薬草を貼って焼くという手法であり、薬草は植物の感染を広げるための小さな管線でした。これが、ちょうど人々が初めて鉄砲を考えるときに、管線の上に薬草を乗せて焼くという手法に関して、人々の感染が広がった時のことです。その時、薬草は植物の感染を広げるための小さな管線でした。その後、銅線時代の発電が響く時、独身の感覚が発生しました。銅線は、小さな管線の上に薬草を貼って焼くという手法であり、薬草は植物の感染を広げるための小さな管線でした。それは、人々が初めて鉄砲について考え始めた頃のお話です。船の上に薬草を乗せて、それを煮出すという方法が広まった時のことでした。当時の薬草は、植物の力を広げるための、とても小さなきっかけのような存在だったのです。やがて時代は変わり、銀の時代がやってきました。この時代になると、銀に関する科学が大きく進化していきました。銀の科学がどんどん深まっていくことで、新しい発見が次々と生まれたのです。このように、銀の時代における発電の始まりは、進化し続けた銀の科学と、植物の力を広げようとする小さな試みから生まれました。それから、さらに新しい時代の発電へと移り変わっていきます。新しい時代が訪れることで、発電のあり方も大きく変わっていきました。そして、2000年代になると、発電の技術はさらに進化を遂げることになります。2000年代という新しい時代の中で、発電の仕組みはより深く、より高度なものへと発展していったのです。MODIFIED、2000年という、長い歳月が流れました。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 
2000年という長い歳月が流れました。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 2000年という
長い歳月が流れました。2000年という。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 長い歳月が流れました。